皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。久しぶりの新作ゲーム紹介。今回は昔懐かしの MMORPG リメイク作からスターレールとリバース1999とオクトパを掛け合わせた新作ボックス型オープンワールド RPG、 さらにスタイリッシュ収集型 RPG やドット絵で表現される本格アクション、さらにテッカマンブレードと美少女を融合させた新作アクションなど最新情報満載ですので、ぜひ最後までご覧くださいませ。チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。最初に紹介するタイトルはフォーグランド9。リリース日は2025年予定。日本展開は未定。ジャンルはスタイリッシュ収集型 RPG。開発はナディスター。プラットフォームは iOS、Android、PC。フォーグランド9は韓国のゲーム開発会社ナディスターが手掛ける新作収集型 RPG。未来都市ビアヘイブンを舞台に、プレイヤーは便利屋を運営しながら様々な事件に巻き込まれていきます。フォーグランド9のテーマは未来都市での冒険と仲間との絆。機械化された人間や動物が登場し、銃器の使用が当たり前となった世界の中でユーモラスで軽快なストーリーが展開されます。次に本作の特徴と魅力について。フォーグランド9はオープンワールド構成と個性豊かなキャラクター、そして連携技を活用した戦闘方式が特徴となっていて、戦闘は基本的にキャラクターが自動で行い、プレイヤーは必要に応じてタッチ操作でサポートします。例えばキャラクターが敵の攻撃で倒れた際にはキャラクターのアイコンを連打して早く立ち上がらせたり、適切なタイミングでスキルの使用を指示することが可能。また 3D キャラクターを活用した演出やフルボイスも本作の魅力の一つとなってます。よくあるスキルタップ式のオートバトルに加え、随所に QTE のようなアクションがふんだんに採用されていて、さながらアクションゲームに近いプレイ体験ができるのかなと思います。ナディスターのホン・ソンウク代表のコメントでは、フォーグランド9はエグゾスヒーローズの中心的な開発陣が参加し、優れたアートワークとレトロおよびフューチャリズムが融合したスタイリッシュな収集型 RPG で、多彩な市場でサービス経験を持つガレナと共にサービスを提供できることを非常に期待しています。両者間での緊密なパートナーシップを通じ、完成度の高いゲームを披露するために最善を尽くしていますとコメントしております。ガレナってなんだってところですが、調べたところ2009年に設立されたシンガポールを拠点に活動しているオンラインゲーム開発スタジオ。自社開発タイトルはフリーファイヤーで、その他パブリッシング事業やプラットフォーム運営、さらに e スポーツ企画運営なども行っている開発スタジオ。このコメントから推測するとパブリッシングはガレナが行うって感じですかね。次に期待と懸念について。フォーグランド9は未来的な世界観や個性的なキャラクター、オープンワールド構成など多くの魅力的な要素を備えており、期待は高まっていますが、昨年12月韓国で開催されたアニメとゲームの祭典 AGF で初お披露目し、その際に使用されたプレイヤーの意見として、戦闘が自動進行である点について手動操作を好むプレイヤーから懸念の声も上がっています。さらに見た目がアクションゲームのようでありながら実際には自動戦闘を採用している点でギャップを感じているプレイヤーもいるようです。フォーグランド9の情報をまとめると、未来都市を舞台にしたスタイリッシュな収集型 RPG であり、オープンワールドや個性的なキャラクター、連携技を活用した戦闘など多くの魅力を備えている一方で、自動戦闘システムに関してはプレイヤーの好みによって評価が分かれています。開発チームは高い完成度のゲームを提供するために尽力を尽くしており、映像面はかなり力の入った内容ですが、キャラがサイボーグ感強くてちょっと賛否分かれそうな感じかなといった印象。今年リリース予定となっているので、もしベータテスト参加できる機会があればレビュー動画出したいと思います。続いてのタイトルはゴッデスオーダー。リリース日は未定、日本展開は未定。ジャンルは横スクロールアクション RPG。開発はピクセルトライブ。プラットフォームは iOS、Android。韓国のゲーム開発スタジオピクセルトライブが手掛ける新作モバイルゲームゴッデスオーダーは、中世ファンタジーの世界を舞台に、プレイヤーは世界の終末を防ぐために女神のオーダーを受け冒険を繰り広げるといった内容。ゴッデスオーダーのテーマは終末を阻止するための女神の使命。
プレイヤーは世界の終焉を防ぐために女神から与えられた使命を果たすべく、様々な仲間と共に戦いに挑みます。次に本作の特徴と魅力について、ゴッテスオーダーは精巧なピクセルアートで描かれた 2D 横スクロールアクション RPG で、多彩な騎士たちを組み合わせて戦略的なプレイが可能であり、各キャラクターの特性を生かしたチーム編成が求められます。またユーモラスで深みのあるストーリーが展開され、プレイヤー物語を進める中でキャラクターたちとの絆を深めていきます。さらに直感的な操作性と爽快なアクションが融合し、モバイルデバイスでも快適なプレイが楽しめる仕様となっております。ピクセルトライブ代表のコメントでは、ゴッテスオーダーは独自のピクセルアートと深みのあるストーリーでプレイヤーに新たなゲーム体験を提供します。多彩な市場でサービス経験を持つカカオゲームズと協力し、グローバルなプレイヤーに高品質のゲームを届けることを目指していますとのことです。次に期待と懸念について、ゴッテスオーダーはその美しいピクセルアートと魅力的なストーリーラインで多くのファンから期待を集めています。特に前作クルセイダークエストで培われた開発チームの実力に対する信頼が高まっています。ただしリリース予定が当初23年だったのが24年中のリリースとなり、さらに伸びて現在に至っていて、22年に開催された韓国ゲームの祭典 G スターにも出展していて、リリース間近かなと当時このチャンネルでも紹介していたんですが、なかなかリリースされないので理由を調べていたところ、社内的な理由で開発がなかなか進まなかったのかなと推察しています。なぜなら24年2月に初期開発元のロードコンプリートが抱えるクレープスタジオを分社化し、ピクセルトライブとして独立法人を立ち上げてゴッテスオーダーを確実にリリースし、ヒットタイトルとして運営するといった目標を掲げたようです。分社化することで開発速度の向上や意思決定の迅速化、柔軟な開発体制の構築が可能になるので、表向きはすごくポジティブな感じですが、実際のところどうなることやらって感じで、今年こそはリリースしてほしい所存です。パリーやジャスト回避などができる 2.5D 本格アクションゲームって手軽に遊べて結構貴重なタイトルなので、リリースまで頑張ってほしいところです。それではゴッテスオーダーをまとめると、ピクセルトライブが開発中の 2D 横スクロールアクション RPG であり、精巧なピクセルアート、戦略的なキャラクター編成、そして魅力的なストーリーが特徴となってます。カカオゲームズとの協力によりグローバル展開が期待されており、正式なリリース日の発表が待たされます。個人的に期待している部分もあるので、ぜひ日本展開もお願いします。ソーシャルゲームラボ。続いてはドラゴンネストワールド。リリース日は2025年2月20日。日本展開は未定。ジャンルはアクション RPG、開発はシェンクーゲームズ、プラットフォームは iOS、Android。ついにリリースを迎えた昔懐かしのドラネスのリメイク作品、ドラゴンネストワールドはアルテリア大陸を舞台に多彩なキャラクターと共に冒険を繰り広げるアクション RPG。オリジナルのドラゴンネストのストーリーやダンジョンを忠実に再現し、スマートフォン向けに最適化された操作性とグラフィックで新旧のファンに楽しんでもらえる内容となっています。ドラゴンネストワールドの特徴はオリジナル版のストーリーやダンジョンを正確に再現し、プレイヤーに懐かしさと新鮮さを与え、戦闘面においてはドラネスならではの華麗なコンボやリアルな打撃感をスマートフォン上で再現し、爽快なアクション体験が可能となっています。さらにオープンワールド風のマップ探索や多彩なクエスト、やり込み要素の強いエンドコンテンツが用意されており、プレイヤーは自由度の高い冒険を楽しむことができます。ということで、中国本土でついに正式リリースを迎え、なんとアップストアでは首位を獲得するなど好調なスタートを切ったようです。ただユーザーレビューではオリジナル版の焼き回し、画質が荒いなどネガティブなコメントも見受けられますが、実際にプレイしたところ、まずサーバーが5つあるうちの4つが満員状態で、5つ目のサーバーに関してもピーク時間帯にはかなり人も増え活気があります。またゲーム面においては古き良き MMO を現代風にアレンジし、より遊びやすい仕組みにしつつドラネスらしいコンボアクションが楽しめ、オリジナル版を踏襲した内容となってました。画質に関しては確かに前時代的なものを感じさせつつもドラネスらしさがあって、個人的にはこれでも良いかなといった感じですかね。ただ最近の AAA タイトルとかと比べてしまうともはや太刀打ちできなくなっちゃうので、そのクオリティを求めているとギャップが出ちゃいますかね。
さらに今後リリースするであろうドラネスの生みの親が携わっているドラゴンソード、これをみんな意識している部分があるみたいですね。僕もその一人です。あと過去にドラゴンネスト M がオリジナル版を踏襲した形でリリースしてましたが、それよりかは十分すぎるほどグラフィックは向上してます。ただ日本展開についてはさすがに難しいかもしれないんですが、ドラネスファンも多いのでドラネス M リメイクとして再度チャレンジしてほしい所存です。とりあえずこれ以上話すネタがないので次行きます。続いてのタイトルは今回紹介する中で一番の注目作、プロジェクトヨーク。リリース日は2025年予定。ジャンルはオープンワールド RPG、 開発はヘキサゴンコリドー、プラットフォームは iOS、Android。 19世紀のビクトリア朝ロンドンを舞台にプレイヤーが主人公ヨークとなり、スチームパンクと魔法が共存する世界を探索するオープンワールド型の RPG。 プレイヤーは謎の正体を受けて魔法の世界へ足を踏み入れ、未知の秘密を解き明かし、世界に散りばめられた手がかりを追いながら魔法の謎やヨークという名の背後にある真実を探求するといった内容。本作のテーマは魔法とスチームパンクが交差する冒険譚。本作ではプレイヤーが魔法使いを用いることで通常の人々には見えない魔法世界を探索できるという要素が組み込まれています。トラファルガー広場、テムズ川、ストランドの街並みなど行ったことはないけど実在するロンドンの名所がドット絵風の 2.5D グラフィックで再現されており、独自のファンタジーの世界が広がります。次に本作の特徴と魅力について。本作は独自のピクセルアートスタイルを採用しており、 2.5D の美しいドット絵で19世紀のロンドンを描いていて、印象派の色彩と柔らかな筆致を取り入れたビジュアル、さらにオープンワールド RPG として自由度の高い探索が可能であり、プレイヤーはロンドンの各地を巡りながら多彩なキャラクターと出会い、彼らと共に冒険を進めていきます。戦闘面では個々のキャラクターが独自のスキルを持ち戦略的なバトルが楽しめ、またクエスト形式のゲーム進行や謎解き要素も豊富で、単なるバトルゲームではなくストーリーに没入できる設計になっています。一部の情報によると本作のゲームプレイは AFK ジャーニーに近いシステムを採用している可能性があり、プレイヤーはキャラクターを操作しながら様々なクエストを進め、モンスターと戦いながら成長していく形式になっていると推察されます。スターレールとリバース1999とオクトパを掛け合わせた感じっていう方が分かりやすいかもしれない。開発元のヘキサゴンコリドーは本作の開発にあたり、プレイヤーに没入感のある探索体験を提供することを目指しているとコメントしていて、特に魔法使いを通じて隠された世界を発見できるシステムやピクセルアートに印象派の要素を取り入れることで視覚的にも新しい体験を提供することにこだわっていると語っています。また個性的なキャラクターたちはそれぞれの秘密を抱えており、プレイヤーが彼らと関わることで予期せぬ展開が発生することもあると説明しています。次に期待と懸念ですが、本作の独自の世界観やピクセルアートスタイルに対して多くのファンが高い期待を寄せています。特に RPG でありながらオープンワールド要素を持つ点や19世紀のロンドンを舞台にした設定が魅力的だと評価されています。ただ開発スタジオのヘキサゴンコリドーは人工スタジオであり、これまでの実績が少ないため実際のゲームのクオリティや完成度に対する懸念の声も一部あります。また具体的なゲームプレイの詳細がまだ明かされていないため、どのようなゲーム体験になるかについても未知数な部分が多く、さらなる情報公開が求められています。これらの内容をまとめると、プロジェクトヨークは19世紀ビクトリア朝ロンドンを舞台にしたオープンワールド型の RPG で、独自のピクセルアートスタイル、魔法とスチームパンクが融合した世界観、自由度の高い探索要素など多くの魅力が詰まっています。現在本作は中国での事前登録が開始されており、2025年の正式リリースが予定されています。スターレールとリバース1999とオクトパを掛け合わせた感じなので、マジ日本での展開をお願いします。続いてのタイトルはメルトダウン。リリース日は見て、日本展開は見て。ジャンルは 3D アクション RPG、 開発はワイルドウィンドスタジオ、プラットフォームは不明。本作の概要はワイルドウィンドスタジオが開発する 3D アクション RPG であり、アーマーをまとった少女を操作し深みのあるアクションシステムと三人称視点のシューティング要素を組み合わせたアクションゲームとなっています。本作は未来の宇宙を舞台にし、プレイヤーは様々な美少女キャラを駆使して戦闘に挑みます。本作のテーマは少女たちの戦いと人類の未来です。
物語は内戦後に太陽系と7つの植民聖域がセイレンを結成し、情報場の導きでマーヤへと開拓を進める。機械生命ニレイの反乱が勃発し、危機の真相がますます混迷を深めていくという壮大な世界観が描かれています。はい、世界観が大渋滞してます。次に本作の特徴と魅力について。まず注目すべきは、本作には進撃の巨人や機動戦士ガンダムユニコーンなどの楽曲を担当した沢野博之さんがメルトダウンのテーマ曲を手掛けていて、本作の音楽面でのクオリティが期待されています。またゲームプレイにおいてはアーマー少女たちの多彩なアクションや深みのある戦闘システムが特徴で、プレイヤーは三人称視点でのシューティング要素を含む戦闘を楽しむことができます。またユニティ 3D エンジンを使用して開発されており、美麗なグラフィックと滑らかな動作が期待されます。ユニティを開発環境に取り入れていることから、プラットフォームにモバイルは含まれていそうで、よくあるモバイルと PC のクロスプラットフォームになりそうですね。開発チームのコメントでは、プレイヤーに新しいゲーム体験を提供することを目指し、日々開発に取り組んでいるとのことです。次に期待と懸念について。本作は沢野博之さんが音楽を担当することや、アーマー少女を主体としたアクション RPG であることから多くの注目を集めていて、ゲームに関する細かい情報公開が期待されています。これらの内容をまとめると、メルトダウンはアーマー少女たちの戦いと人類の未来を描く 3D アクション RPG で、沢野博之さんが手掛ける音楽や深みのあるアクションシステムが特徴で、今後の続報に期待が高まる作品となっております。ソーシャルゲームラボ。はい、今回はいろいろと新作が出てくる中、今後注目されるであろうタイトルと昔懐かしい MMORPG のリメイク作品を紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。具体的にどんなゲームなのかまだ不明な部分も多いんですが、特に注目しておきたいのはプロジェクトヨークとメルトダウンの2タイトル。まだ情報急須でお伝えできる内容も少なかったんですが、面白そうなコンセプトを持っているので新情報に期待したいですね。もし視聴者兄貴姉貴の中でこれはちょっと面白そうだ、いやこれはないでしょっていうのがあれば、ぜひコメントくださいませ。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。